皆さんこんにちは。Over40s ギターです。Hey everyone, this is Over40s Guitar。今回のですね、動画のテーマをざっくりと言うと、親指でベース音を弾く、つまり6弦とか、場合によっては5弦とか、ことが難しいギター、要するにギターのこのネックですね、ネックが太いやつ、もしくは形状的にちょっと、親指ベースがやりにくいネックのギターを改造することによって、つまりこのネックをですね、形を変えることによって親指ベースをやりやすくしてみようというのが今回の動画のテーマです。っていうか皆さん親指ベースやります？僕ね苦手なんですよ。っていうかできないんです、はっきり言って。ので今までずっと避けてました。なんでできないかっていうと多分理由は2つあるんですけど、まず1つ目が僕の親指ってこうちょっと先端ちょっと曲がってるんですよね。なのでこれでこう押さえようとするときにもっとグッてしっかりやんないと届かないんですよ。てか押さえられないんですね。だからこう親指だけだったらいいですけど、ここを押さえながらどっか他のとこをこう他の指でっていうのがちょっと難しくって、今までその親指でベースを弾かなきゃいけない曲っていうのは避けてました。でもう一個の理由っていうのが、僕が今持ってるアコギって全部自分で作ったやつなんですけど、自分でそのネックの形を作るときってどうやるかっていうと、その大体のそのポジションの厚みはほぼほぼ決まってるんで、そこは合わせるんですけど、周りの厚みとかに関してはもう完全にこう握ってフィーリングでもうちょっと削ろうかなとかもうこれでいいなっていうようなフィーリングでこう決めてるんです。だからこうなんかこう自分の好み的にしっかりとしたホールド感が多分好きなんでしょうね、僕はね。だからあんまり考えたことなかったんですけど、総じて、言うとですね、僕の作ったギターはみんな結構こう脇が太め高めっていうんですか。だから形的にアルファベットで言うと D とか U とかそんな感じなんですよ。で今流行りのってもうちょっとこう薄っぺらい C とかモダン C とか、V とかそんな感じじゃないですか。もうちょっとこう握りやすいというか細身というかそんな感じみたいなんですよね。ギターも星の数ほど種類があるし、ネックの種類もそれこそ何十種類ってあるんで一概には言えないんでしょうけど、どれがいいっていうのは。ただその親指でベースを押さえようと思った時にやっぱりこう D とか U とかはかなり不利だなというのが分かりました。でこのギターは、マーティンの OM サイズのギターをベースにした設計図を元に作っているんで、ボディそのものはもう OM とほとんど変わんないはずなんですね、サイズ的には。で、ネックだけは僕がフィーリングで作ったんですけど、じゃあそもそもそのマーティンの OM の、OM とかトリプル O とかのネックってどんな形なのかっていうと、若干こう C ではなくってなんかね V にちょっと近いんだけど、V じゃないんですけどね、名前的に言うとモディファイドローオーバルネックっていうこう名前がついてるんですけど、もうちょっとこうなんていうかな V に近い、これだと D に近いんですよ、アルファベットの U とか D に近いんですけど、今のこの、僕のギターの形状はそれがもうちょっとこう角が取れたって感じですかね。そんな感じなんですよね。で、どうもそのマーティンの、モディファイドローオーバルネックっていうのは親指でベースを押さえるのに非常に適した形らしいんですよ。である人曰くマーティンのそのトリプル O とかOM の中でも1944年に作られたギターのネックが今までその人が触ってきたネックの中で最もその心地よい、弾き心地のいいネックだったっていう話らしいんですよ。というわけでスティーブ・マックっていうギターのパーツとかいろいろ売ってる会社があるんですけど、そこがその1944年のこれトリプル O ですね。トリプル O も多分 OM もネック的には一緒だと思うんで、若干そのネックのこの接続のところは12フレットと14フレットの接続の違いはあるかもしれないですけど、それ以外に関しては非常に似通ってるんで、このテンプレートこれねこれが5フレットでこれが10フレットのところのカーブで、これが1フレットのところのカーブなんですよ。これにフィットするように削れば、1944年のその最も心地がいいと、言われているネックをですね再現できるんじゃないかなと。そうするとその親指でベースを押さえるのもやりやすくなるんじゃないかなという目論みです。でそもそもなんでその親指ベースを避けてきた僕がついに親指ベースをやらざるを得ないなと思うようになったかというとですね、最近の僕の他の動画でも紹介してるんですけれども、リサさんの、ホムラですね。
あれを今、フィンガースタイルソロギターで練習してるんですけれども、あれのですねサビの一歩手前のところでどうしてももう親指ベースをやらざるを得ない、他に逃げようがないっていうところがあって、もうこの1週間ですね頑張ってそこを一生懸命練習したんですけれども、どうやっても克服できそうにないというかクリアできそうにない、もう無理なんですよ。でじゃあもうここはしょうがない、ネックを削ってみるかと、思うに至ったわけです。今現状ですね、このマーチンの1944年のトリプル O のネックと比べてどれぐらいその乖離してるのか、どれぐらい違いがあるのかっていうのをちょっと見てみると、1フレット、ここですね、1フレットのところが見えるかな、こうすると見えるかな、1フレ、ここですね、こんな感じで見えます。だいぶこう脇が高すぎるんで、これ以上下に行かない。だから、もっとこの両脇を削ってあげないといけないですね。でどこも5フレットも10フレットもやっぱりそんな感じです。厚み的には多分ねこれ1ミリぐらい、これに比べると厚いんで、ちょっと削りますけど、そんなでもないんですよね。やっぱり問題はこの両脇、ここが高すぎる。だこれを削ってあげて、もっとこれ今 D とか U みたいな感じになってるんですけども、形的にはこれを若干その V に近い形に持っていきますということをこれからやっていこうと思います。で具体的にその曲のどこでどん詰まってるかっていうと、本当サビの一歩手前のところ、そこでどうしてもこう親指でこうウォーキングベースみたいなしなきゃいけないところがあって、他の指もこっちとこっちとかもう離れたところでこう押さえなきゃいけなくって、もう僕の指じゃ無理と、この、ギターの形じゃ無理と、自分的にもうギブアップな状態になってます。ちょっと弾いてみます。途中から弾いてみますね。どこからがいいかな。というわけでですね、もう抑えるのが精一杯で、でも届かないですよね。多分これゆっくり弾いてこれなんで、早く弾いたら全く抑えられないですね、親指で。どっちかが抑えられない。ベース弾いたらメロディー抑えられないし、メロディー弾いたらベースを抑えられないしみたいな、そんな感じになると思うんですよ。なのでここを克服できないと次のサビに行けないんですよね。サビの練習はまだ全然できてなくって、これを本当に1週間ずっとやってたんですけど、1週間前はもっとひどかったんですよね。本当全然できなかったです。ようやく親指がなんかこう親指伸びたかぐらいな、ちょっと届くようになってきたんですけど、それでもやっぱり弾けないですね。だからもう最終的にはネックを削るしかないかなと思うに至ったわけです。というわけで、削ることによってここの部分がどう弾きやすくなるのかというのをこの動画で検証してみたいと思います。それでは実際に削っていきましょう。というわけでですね、ギターを1本、このように固定しました。動かないです。こいつはですね、僕が作った3本の、マーティン OM のコピーのうちの1本で、その中では一番このネックが太いというか、一番こう D シェイプというか U シェイプな感じになってるやつですね。だからこいつを削ることによって、弾きやすくなるかどうか、親指でベースを押さえやすくなるかどうかっていうのを、調べてみたいと思います。それで今回使うテンプレートがこれです。ステューマックの 1944-00O28、このテンプレートを使います。で、1フレットがこれなんですけれども、1フレット、見てみると若干こう C というよりは V な感じですよね。V に近い。こうしたいんですけど、今ここが1フレ。1フレに合わせた時に両脇がですねやっぱ当たっちゃってるんですよね。だからこことここを思いっきり削ってあげないとこの形にはならないと思います。で5フレット、これは5フレですね。5フレもやっぱ同じですね。両脇が
高い、分厚いのでこれを削ってあげます。で10フレここ10フレも同じく結構均等にこう両脇を削いであげればいい感じですかね。というわけでちょっとこの、1944トリプル O28 を目指して削っていきましょう。であとは問題はですね、これ何を使って削るかですよね、ここをね。でちょっとカンナは無理だし、強いて言えばこのスクレーパーかなと、こんなスクレーパーがあるんですけど、これでガシガシ削っていくしかないかなと思います。ちょっとやってみましょうか。いきなりですけど。せっかくねいっぺん仕上げたギターをこうやってこう削るっていうのは結構勇気がいりますよね。自分で作ったとはいえ。ちょっとこれを、ガシガシやっていきたいと思います。全然まだまだですね。だいぶ近づいてきた感はありますね。もうちょいいきます。これ1フレだいぶいいとこまで来ましたね。で5フレここ5フレはですね、もうほぼほぼドンピシャ。もうちょいか。まあでもほぼいい感じまで来てますね。で10フレがここ10フレもだいぶいいとこまで来ましたけど、でも10フレもちょっと太いですね。10フレのどこら辺で当たってるのは、この辺か。なるほど。もうちょっと削らないとダメですね、10フレのところは。どうしたもんかな。ちょっとやってみよう。これ今更ですけど、もうこれ1フレこんなとこまで来てるんですけど、今更ながらこう当たってるところを鉛筆でマークしてそこを削るようにすればよかったなとちょっと反省。5フレはね、本当もういいとこまで来てますね。これね、かなりいいとこまで。若干当たってますよね。そこを重点的に削ると。10フレが10フレここここですね。10フレもまあまあいいとこまでは来てますけど、まだまだですね。鉛筆でマークしながら続きをやります。1フレはほぼほぼいいですね。5フレもまあいいかな。もう10フレは10フレだけもうちょいな感じだけど、どうしようかな。もうちょっといくか。10フレこことただね、ここだけへこましてもしょうがないんで、全体的にバランスを取らないとダメだから。10フレだけもう少しなんですけど、これ以上だとバランスが崩れちゃうので、もうこれぐらいにしておこうかな。とりあえず拡大して見てみましょう。まずは1フレほぼほぼドンピシャですね。いやちょっと待って、ドンピシャかと思ったんですけど、実はもうちょっとこれ薄くならないとダメですね。これ
指板のところがまだちょっと余裕ありますもんね。ってことはもっと薄くしないとダメなんだ。てかもっと削んないとダメだ。全体的に形はこれでいいんですけど、全体的に高さが落ちないとダメですね。5フレは5フレ、こっち側は5フレはですね、そこそこもうちょいかな。5フレは1フレほど高くはないんですけど、ちょっと下げないとダメですね。で10フレが、そうなると10フレもよいしょ、10フレは逆にですね、10フレは若干で良さそうですね。1フレがちょっと厚いんだ。ここがちょっと分厚いんだ。これですね。これ今両方とも同じぐらいにしてこんなもんだから、もっとガツンと削っていいんですね。どうしようかなこれ。あんまりねここだけ削っても今度違和感が出てくるんで、全体的になだらかにこう削る感じですか。やってみましょう。だいたいいい感じですかね。これでちょうど真ん中ぐらいだから、若干まだ残ってますけど、これ違う。これで真ん中ぐらいかな。若干まだ指板に届いてないですけど、もうちょっといけるか。ちなみに5フレは5フレはもう完全にいい感じですね。10フレはこっちが届いて、10フレもいいですね。若干まだちょっと残ってますけど、あとは微調整の範囲かな。1フレだなやっぱりな、問題は。まだ分厚い。もうちょい頑張ろう。若干形がやや隙間空いてますけど、あとはこれはこれからまたサンドペーパーをかけるんで、その段階で多分吸収できるでしょう。よし、ここまで来たらあとはサンドペーパーかけよう。ちなみにですね、これが先ほどこの削ったネックの残骸です。結構ありますね、やっぱりね。かなり削った感があります。果たしてどうなっているのか気になりますね。80番が終わったんで、次 P100 ですね。100番を使ってあとは120、180、それから220、320ぐらいかな。400までは多分いかなくていいかな。まで、磨きます。220です。さて、すでにもうだいぶですね、ツルツルなんですけど、一応320までいきます。さて320番までですね、仕上げが終わってもうツルッツルですね。これを仕上げはですね、僕は最近ネックはトゥルーオイルで仕上げてるんですけれども、一応仕上げをする前にこの細くなったネックが本当に引きやすくなったかどうかっていうのをちょっと確認してみたいと思いますので、ギター外してちょっと弾いてみますね。一応ですね、ギターを外す前に
どんな形に仕上がったのかというのをこの角度からちょっと見てみますと、いや確かにちょっと細くなりましたね。これね相当細いですね。で確認までにこのテンプレートを当ててみますね。1フレどこだ、ここだ、こんな感じ。指板のところにこっち側これ、こっち側がこれなんで、ほぼほぼいい感じですね。で5フレが5フレ、ここ5フレもこんな感じ、もうギャップないですね。で指板のところもこっち側今指板合ってて、こっち側はこっち側も大丈夫ですね。よいしょ。で10フレがここ10フレは若干ギャップ空いてるんですけど、実はですねその周りはそうでもなくって、むしろよいしょ、こっち側は指板のむしろ下に来てる。これか、これで合わせましたと、こっち側で。これを見てみると、よいしょ、むしろ若干薄いぐらいな感じ、ここちょっと薄すぎるぐらいな感じなんで、まあそれはいいでしょう。ということで全体的にかなり細くなった印象です。さあこれがどう弾き心地が変わったのか楽しみですね、これね。というわけでですね、早速ですがこんな感じです。すっごい薄くなりました。こっちからのが分かるかな、ちょっと分かんないか、あんまよく分かんないかもしれないですけど、最初にですねこう持った瞬間細って思いましたね。すごいなんか心もとないぐらい細いこれいやこのテンプレートがあったからこの細さまでできましたけど、僕はこのテンプレートがなかったらですね、これ絶対削りすぎだと思って、やばいと思いますね。でも本当はこんな感じなんですね。こんな細いんだマーティン OM って。いや実は本物をですね僕触ったことないんですよね、マーティンの OM って。まあとにかくですね、とにかく細いです。でなんだろうな、今まで使ってたのが D シェイプとか U シェイプみたいな感じだったんで、すごいホールド感があったんですよ。グッとこう安定感があったというか。でこれもう細い上に V っぽい、ちょっと V っぽいんですよね。なのでなんかねこういつもだったらこう例えば C コードだったらいつもはこう握ってたんですけど、なんかすごくこれだと心もとなくって、親指を後ろで立てないとこのベースみたいにですねこう立てる感じ、まあ当たり前じゃんっていう人もいるかもしれないですけど、僕は今までこうしっかりこうグッてしたんで、それだとちょっとなんか不安な感じかな、余るっていうんですかね、ブカブカな服着てるって感じなんですよ。だからこう親指をネックの後ろに立てて、で指もそうすると立つじゃないですか。だからまあそれはそれでむしろいいのかもしれないですけど、今までとちょっと弾き心地は違うかなという気はします。まあそこまで違和感はひどいわけじゃないんですけど、やっぱりだいぶ差は感じますね。で問題の弾けなかったところ、あれまだやってないんですけど、ちょっと途中からやってみましょうか。どっからでしょうか。こっから。でこっから一応弾けますね。完璧には弾けないけど、なんか圧倒的に弾きやすいのはもうすでに感じます。これはいいですね。これは届くわ、本当に届くわ。本当にこれぶっつけで今やったばっかりなんで、それでこんだけ終えてるってことは、弾けるってことは、小1時間ぐらい練習すればもっとまともに弾けるようになるような気がしますね。
倒的に届きますね、やっぱりね。違う。いいですね。親指ベースの必需品みたいな感じな気がしてきました。というわけで、これはちょっとやってよかったですね。やってよかったんですけど、どうしようかな。ちょっとこれを全部の手持ちのその自分が作ったギターにこの薄さまで削るかっていうのはちょっと悩みどころですね。すごく慣れればすっごい弾きやすいと思うんですけど、今までとちょっとやっぱり差があるんで、いきなりこう全部やるのもどうなのかなという気はしてます。だからちょっとしばらく引き込んでみて、これの方がいいなと思ったら手持ちのギターあと OM あと2つあるんで、その2本ともこれ、ネック削っちゃうかもしれないですけどね、ちょっとそこは様子見だと思います。ちなみにですね、もう一個気づいちゃったのがですね、なんと6弦だけじゃなくて5弦も親指で押さえられるようになりました。このネックが細くなったせいで。例のリサさんの、ホムラの最初の方で、僕はどうしてもそのベース音が弾けなくって、ベース音をばらして弾く、ワンテンポ遅らして弾くっていうのを編み出して、そのアレンジで弾いてる箇所があるんですよ。ここです。違う。これ本当はこの音ってこういう風にベース音とメロディーが一緒に弾かれるはずなんですけど、親指は使えなかったし他の指も間に合わなかったんで、しょうがないからこうという感じでテンポを遅らしたんですけど、これ5弦の B、2フレットの B なんですけど、これもですね親指が届いちゃうということがですね、今適当に弾いてて分かっちゃいました。こんな感じ。この方が原曲まんまですよね。だからまあせっかく自分でアレンジしたこのワンテンポを遅らすっていうのも気に入ってはいるんで、これも使ってもいいかなと思うんですけど、この5弦のベース音を親指で押さえるということもできるようになったという、驚きの結果になりました。いやすごいですね。やっぱりね、ネックの違いの差は大きいなこれなということを実感してます。というわけで今回のこの企画は一応大成功ということにしていいんじゃないでしょうかね。まだちょっとこれネック仕上げてないんで、これからトゥルーオイル塗って、仕上げはしますけど、そこまでは多分動画にしなくてもいいかなと、思いますが、もしその親指でベース音を弾かなきゃいけないんだけど弾けなくて困っているという方は、ネックを見直してみるのも一つの手だと思います。いや削れって言ってるわけじゃなくてですね、もしかするとこういう、ロープロファイルな、これ確か名前が、モディファイドローオーバルですね、というタイプのネックとか、あとはモディファイド C とかも多分すごい薄いと思うんですよ。あの辺を入手してみる、もし今使っているギターのネックが太いんであればというのも検討してもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、今回の、ギターメンテナンス改造動画はこの辺にしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。